皆さん、こんにちは。よしえです。今日もポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。はい、今日はちょっと面白い話をしようかなと思っています。それは日本の迷信についてです。迷信って知っていますか？言い伝えって言ったりもするんですけど、日本人が昔から親から子供に伝えてきたような言葉とか話とかのことで、でもね、科学的に根拠がない、科学的には証明できないような、なんだそれみたいな言葉もたくさんあります。今日は特に有名なもの、日本人ならみんな知ってるだろうなっていう迷信を5つ紹介したいと思います。結構ね、私は海外の迷信とかを聞くのも好きだったりして、なんか文化が現れていたり、面白いですよね、こういう話は。ぜひリラックスしてリスニングの練習として聞いてみてください。では、5個のうちの1つ目いきます。ご飯を食べた後、すぐに横になると牛になるです。なんだそれって感じですよね。これはやっぱり親から子供に言う言葉ですね。例えば、皆さん晩ご飯を食べてお腹がいっぱいになったら寝っ転がりたい、横になりたい気分になりませんか？そう、私もよくね、お腹いっぱい、今ソファーとか布団にゴロンってしたら気持ちいいよなーって思って横になったりしますよね。そしたら親からあんた、あんたとは言われないんですけど、すぐに横になったら牛になるからダメだよみたいなことを言われます。何回も言われたことがあります。これはね、なんで横になったらダメかっていうと、一つは、行儀が悪いっていうことですね。その食べてすぐに横になるっていうことが、日本のマナー的に良くないっていうふうに考えられています。でも実際、なんか最近の、最近よく言われるのは、食べてすぐに横になったり、もう休息を取るのは、食べ物を消化する、食べ物がちゃんとお腹の中で消化して吸収されるのにいいことらしいですね。だから、牛にはならない。牛にはならないし、むしろいいことらしいんですけど、日本では、はい、牛になるよって言われます。面白いですね。はい。どんどんいきます。じゃあ、二つ目。二つ目は、流れ星が流れる間に3回願い事を繰り返すと叶うです。はい。これは日本ですごく有名な話なんですけど、海外はどうなんだろう。例えば日本で流れ星がシューって流れるじゃないですか。そしたら、例えば、長生きしたいっていう願いがあったとして、その流れ星が流れる一瞬の間に、長生きしたい、長生きしたい、長生きしたいって言うというか、頭で考えることができたら、その願いは叶うっていうことですね。はい。これは、科学的に証明はされてないし、そうではないと思うんだけど、でも私も未だにやっぱり流れ星が流れるとなんか願い事をしちゃいますね。不思議。なんでするんだろう。もう癖になってますね、それが。はい。よかったら皆さんは流れ星を見たらどうしますか？見るだけですか？願い事とかしますか？よかったら教えてください。はい。次、3つ目です。次はね、ちょっと怖いやつ。
夜に笛を吹くと蛇が出るです。はい。笛っていうのは、口笛でもいいし、日本だったら結構小学生とか中学生ぐらいだと、リコーダーっていうもう長い細い笛を結構みんな持っていて、なんか家でね、そういうのを夜吹くと、親から、ちょっと蛇が出るからやめなさいって言われるみたいな感じです。これは、なんでなんだろうなって、私もすごく何回も言われてきたけど、なんでかわかんなくって、さっきね、ちょっと Google で調べました。そしたら、どうやら、その笛っていうのは、すごい昔からなんか不思議なパワーを持っていて、ちょっと、怪しい、なんていうか、パワーで悪いものを呼び寄せる力があるから、良くないっていう風に言われているそうです。でも、正直言うと、そうやって注意する親たちは、そんなこと考えてなくって、きっと夜に笛とか吹かれると迷惑じゃないですか。うるさいし、やっぱ笛の音ってすごく響くから、隣の家の人に迷惑になっちゃいけないし、やめてほしいっていうことで、蛇が出るよって言って子供を止めるんだと思います。はい。でもこれもね、すごく有名で、夜に何かをするっていうことが結構日本では迷信になっていますね。夜に爪を切るなとか、夜に爪を切るな。以外ちょっと思い出せないんですけど、いろいろあります。はい。はい。では、4つ目です。4つ目は、緊張しているときに、人っていう漢字を手のひらに書いて、飲み込むと緊張がなくなるっていうのです。はい。っていうことですね。はい。これもすごく有名です。人っていう字は簡単に書けますよね。2回で2画しかないので、人っていう字を3回この手のひらに書いてごっくんってすると、例えば、プレゼンの前とかに緊張している時とか、何かピアノの発表会があって緊張している時とかにそれをすると緊張がなくなりますよっていうのはよく言われます。はい。これもちょっとよくわかんないですよね。でも、子供とかに言うときには、何も言わないよりかは、ね、人って書いて飲んだ方が緊張が解けるよって言ってあげる方が、子供も、そうなのかって思って、ね、信じて信じてやる方が、いいのかなきっと。はい。面白いですよね。はい。では、最後はちょっとね、日本の文化的なこともあって面白いです。はい。茶柱が立つと縁起がいいです。茶柱って何か知っていますか？お茶の柱って書くんですけど、皆さん知ってるかな？お茶って日本人はね、たくさん飲んで、緑茶とかほうじ茶とかいろんな種類がありますよね。で、そのお茶を入れるときに、お茶の葉っぱと茎を、お茶のポット、急須って言うんですけど、急須に入れて、で、それでお湯を入れて、湯飲みに注ぎます。はい。で、その急須には、フィルターがついていて、基本的には、そのお茶の葉っぱとか茎っていうのは、そのフィルターで止まります。だから、基本的にそのお茶の中に葉っぱも茎もないはずなんですが、すごくたまに、お茶の茎がお茶の中に入って、それがね、こうじゃなくって立ってる時があるんですよ。
すごく珍しいことです。これが茶柱って言います。はい。で、茶柱が立っていると縁起がいい。縁起がいいっていうのは、ラッキーなことが起こりそうっていうことですね。はい。そもそもやっぱり茶柱が立つっていうことが、すごく珍しいことなので、なんかまるで、卵の中に黄身が2つ入ってるぐらいの感じですよね。入ってるとは珍しい、嬉しいってなりませんか？はい。そんな感じで日本人はその茶柱が立つと嬉しいです。では今日は日本の迷信、言い伝えについて5つ紹介してみました。いかがでしたか？面白かったですか？皆さんの国には似たような迷信がありますか？なんかお星様、流れ星のこととかちょっと気になりますね。はい。よかったらコメントで感想とか皆さんの国のことについて教えてもらえると嬉しいです。では、この動画がいいねと思った方はチャンネル登録とグッドボタン、そしてインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。